今たまたまハヤの部屋行ったんですよ。そしたらね、ハヤ夜なのにね、スマホやって YouTube 見てたんですよ。もう思わず無言でこのスマホ取り上げちゃいましたね。ルール守ってないんですから。どうしようこれ。はや、もうね、心当たりあるよね。ここに座らされてる。何やったの？やったな。何をやったの？バレると思った。永久にアウトです。まあいいか。その軽く言うとるけどさ。皆さんこんにちは。あやはやチャンネルのはやです。今日はパパに取り上げられたんやろ？スマホ何やって？ベッドの中で YouTube 撮っまあ元の話をすれば、我が家では迷子札代わりにあやとはやそれぞれにパパのスマホを貸し出しています、それで何度かね連絡取り合って迷子を解消したことあったよね。お店行く時には必ず持ってくよね。あなたの同級生でもうスマホ持ってる子っている？ない。本当は渡したくないんだけど外行く機会があって心配だからってで貸し出してます。なんですけど今回はやがお約束を破っていることが分かりました。いろいろ詳細詰める前にちょっとあやはや家のスマホに関するルールをお願いします。月曜日から金曜日はゲーム時間が1時間、土日は2時間で、ばあばが風呂から出たら使えない。そう6時30分頃までね。部屋への持ち込みは禁止。はいってなってます。このルールで渡してやってます。なんですけど最近ねちょっと目に余るものがすごい多かった。ママは注意はしてたけどあなたが聞いてたかどうかは分かんないよ。とりあえず今回の件はたまたまパパがはやのスマホの様子を見たくって夜見に行ったらいつもの置き場所にない。おかしい。 LINE 電話をしました。速攻切られます。ってことはもうはやが持ってることが分かったので、はやの部屋9時半ぐらいに乱入したらなんと部屋のベッドの中で YouTube を見ていた。今似合って笑ったけどね、これねいろいろとルール無視してますよね。休日だけど出かけてたのでも2時間以上経ってます。部屋に持ち込んでよかったんでしたっけ？ダメですよね。あとその時間 YouTube とか見ていい時間帯でしたっけ？ダメ。全くルールを守れてない。ルールを守ることを前提に渡してるのに一切守らないってことはママたちは貸し出しません。それでもあなたいいんですか？ダメです。1週間ねはやの手元にはスマホがないんですけど、今パパが回収してて。はやスマホって何してる？普段ゲーム。ゲームだよね。ポケモン GO もやってるし YouTube も見てるしマインクラフトもやってるよね。最近は音ゲーもやってたと思います。でママはね目の心配もあるんだけど外出する時にずっと携帯でゲームやりっぱなし、音楽聴きっぱなし。ゲーム機械じゃないんだよスマホ。もう携帯持ち始めて結構経つと思うんですけど、お姉ちゃんは夜に部屋に持ち込んだりとか規定の時間外にやることは一切ありません。ただね休日の時間オーバーしてやってるのはオーバーしてやっとるなっていうのはママは思ってますけど、お姉ちゃんはやることをやってます。あなたってさ学校から帰ってきてさどう？やることやってるならいいよ。宿題とゲームだったらさ宿題やるけどさ自主学とか全部終わりきらん前にさゲーム触ったりしてるじゃん。プラス時間はオーバーしてるよね。もう時間やばいんじゃないのって言ってもあなた話してでしばらく経つとまた携帯持ってってやってるし、2回持って上がってバレないと思った？バレると思った。バレると思って。でなんでやってんのそれ？ママたちは何時にどれだけ使ってるかって全部監視してます。そういうの分かってるからあえてあの日に行ったんだけど、だから好きに使ってもらってもいいんだけど、ただ条件だけは守ってねっていうお約束だったよね最初から。条件守らないんだったらいらないよねっていう話になってくるんだけど、はやはもうスマホいらないでいいの？いるよ。その間さパパに何も言ってないでしょスマホに関して。でママにチラッと言ったよね。1ヶ月ぐらい我慢すればいいかなみたいな言ってたけど、ごめんルール無視した時点で永久にアウトです。その軽く言うとるけどさ、はやを信用してママたちは預けてるのでちょっとこういう裏切り行為はやめてほしいっていうのが一番の感想です。
世間一般出てもルールはありますからね。ママがこれやったあれやったっていうの確かに鬱陶しいかもしれないんだけど、あなた嘘つくでしょ。やったよとか言ってやってないことってすっごいいっぱいあると思うのね。今は困ってないかもしれないけど、いずれ困ることがあると思う。っていうか、困ったでしょこの間忘れ物して。しかもあなたもう何年生5年生。 5年生になったらいい加減ね、ママが言わなくてもできるようになってほしい。でそういうのがあって、ママとパパは話してたんだよね。もう二度と与えないかどうかね。だって世間の子まだ持ってないんだもん。持つ必要ないんだもん。だってスイッチも持ってるでしょあなた。でスイッチがなくてもテレビで YouTube 見てるでしょ。スマホの時もそうだよね。寝そべってやってるよね。あれっていいんだったっけ？ダメだよね。それは基本的にさ、家のルールじゃなくて学校でもやってることだよね。勉強やってるのにあんな姿勢で学校勉強しないよね。ルールがね守れてないっていうのがすごい増えてきてます。それに関してあなたはどう思いますか？ダメだと思ってる。でダメだと思ってるけどやってるんだけど、それはどういうこと？それがちょっとね最近すっごく目立ってきてるのかなって感じます。はやはどうしたらルール守れる？このままスマホなしでは困るでしょ。なんかね自分からできそうなルールってないですか？で自分が気をつける進んで。気をつけるっても今までやってたんですけど、できなかったと思います。できればいいよ一人で。できますか？できないよね。あれこれ言ってもできないことはあるよね。だからそのまま放っておくと中学校になったらまず困ると思うね。ないんだったらママたちがちょっと一つ考えてることがあるんだけど、それ一度聞いてみますか？はやがゲームやりたい気持ちは分かりました。 YouTube 見たいのも分かります。明日の準備完了までを見届けたらスマホ渡します。そこからは遊んでもらっていいです。これにもちろん今までのルールが付随します。例えばスマホをやるときは座ってやるとか、テレビ見るときは離れてやるとか、タブレットやるときはちゃんと目離して座ってやるとかっていうのはもう当然のルールなのでくっつきます。であとスマホ自体に制限をかけさせてもらいます。夜8時から朝8時まで使えなくさせてもらいます、というルールだとあなたはできますか？できます。あなたに今後的に覚えてほしいのは、嫌なことは先済ませましょう。このルールだと早く勉強すれば、明日の準備を終わらせればその分遊べるんです。あなたにとったらいいルールですよね。ただね、5年生にしてはこのルールはもうね縛りすぎだと思うんですよ。ママ本当はこんなこと言いたくない。ママは自分で考えてやってほしいけど、もうはやのゲームやりたい欲望があるんであればこのルールでやってもらいます。でこれで守らないようであればもう回収しますと決めました、パパとママは。はやの携帯は貸し出しの携帯です。あなたのものではありません。ルールにのっとって正しく使ってください。だってかのさんですらさ、家保育園帰ってきたら何すると思う？自分でカバン開けて食べたお弁当箱出してハンカチとかを袋の中入れて新しいのを入れて、そっからおやつと遊びに入るんだよ。お兄ちゃんいい見本になってください。じゃあ終わります。終わります。はい終わります。いやいや、そこで伸びてる人。さあさあ、今日は体力測定をしようではないですか。握力やりたいって。さあやりましょうか。ちょっとその前にさ、かんちゃんあなたのゴミがめっちゃ散らかってんすよ。